静岡市清水区江尻塾。本人はここら辺にあったそうですね。江尻塾から本日は出発をいたします。東海道53次第18番目の宿場である江尻塾です。朝だからあまり人通りもいないですけれども、ここが江尻塾の銀座と呼ばれた場所だそうですね。ありがとうございます。本日はですね、2026年1月の7日です。東海道53次を歩く旅は、今日で7日目になりました。今日はですね、この清水、旧江尻塾からですね、藤枝まで歩こうと思っております。現在の静岡駅であります府中とか、そこら辺を通り抜けて、利口とか、そこら辺の宿場町を抜けてですね、宇都宮峠っていう結構急な難所と呼ばれる峠を越えて、それで藤枝の方まで行きます。現在の東海道線は結構その海沿いを走っていて、道路とかも割と海沿いが多いですけれども、昔の東海道はですね、ここの場所に関しては、宇都宮峠って言って、山の方を直通して、藤枝まで行くような、そういう道になっております。江戸日本橋から6日間歩いてきましたけれども、合計でですね、170キロ弱ほど、歩いてまいりました。今日の工程はですね、だいたい34キロぐらい歩くことになりますので、これで7日間で200キロ歩くような計算です。足がね、ほんとパンパンでやばいかなと思ってて、確かにやばいんですけども、意外とですね、慣れてきて、人間何でも慣れるもんだなと思いますね。慣れって恐ろしいって、そういうふうに感じております。はい、というわけで、次の宿場である、なんだっけな、次の宿場は。そっか。次の宿場が、府中塾。現在の静岡駅ですね。そこまで歩いてまいります。旧東海道は後ろにあるんですけども、あそこの十字路を、左折するんですが、この一本入ったところに、ここに昔お城があったそうです。この公園の奥の方かな、お城があったそうですね。今は神社だけありますけれども、この奥の方、江尻城っていうお城があったそうです。明治天皇もここ来たことがあるんだ。今向こうに学校になってるんですかね。そうですね。今学校になってるあたり、そこら辺にお城があったそうです。もともとは武田信玄が作った城だそうでして、武田信玄がここら辺の領土を、占拠した時に、自分の支配下に置いた時に、この城を作ったんですよね。有名な武将の、穴山梅雪がですね、ここの城主だったって本に書いてあります。ただ本能寺の変の時に、神君伊賀越えって言って、徳川家康たちが明智軍の攻撃を避けるために逃げるじゃないですか。その時に穴山梅雪も一緒に逃げてて、穴山梅雪も殺されちゃうんですよね。農民軍に殺されたか、自分で死んだか分かんないって、自害腹切ったか分かんないって言われてますけど、その後はもう廃城になっちゃったそうで、城はすでにないそうです。遺構とか、遺跡が残ってるかなと思ったら、見事に何もなかったですね。はい。これが清水の繁華街ですね。これを抜けて、こちら側を歩いていくのが旧東海道
でございます。先ほどの江尻城の後から歩いてすぐのところですけど、珍しいですね。カッパのモニュメントが飾られてます。これ橋の紙辺に置かれてるんですよね。これもカッパだし。珍しい橋ですね。なんかちょっと簡単に調べたらですね、なんかこの橋を架けた時にカッパがなんか現れて、カッパの子供がさっさとこの橋のところをかけていってしまった、渡ってしまったそうで、カッパが飾られているそうです。この江尻橋っていうのができた時に渡り初め、渡り初めっていうのかな、渡り初めの日に選ばれていた老夫婦が橋に足をかけようとした瞬間、川の中から一人の童子が現れたと見るや、スルスルと橋脚を登り、忽然と家方面へ消え去った。だから江尻橋じゃなくて今稚児橋って言うんだそうです。なるほど。川の中から子供が現れてさっさと渡っていった。いや、すごいですね。まあ実話だとしたら、本当になんか、すばしっこい子供ですけれども。なるほど。カッパみたいだってことですね。なんとなく可愛いですな。稚児橋です。ありました。本日一つ目の一里塚ですね。なんでタヌキがあるんだろう。施設東海道草薙一里塚と書いてあります。江戸日本橋より数えて43番目。43番目の一里塚です。江戸より170キロと書いてありますね。これで、日本橋より170キロ歩いたことになるそうです。京都まで約500キロですから、これで3分の1ぐらいってことですかね。ここから府中までは、2里半、あと10キロだということだそうです。しかし、今まで歩いてきた一里塚、見つけてきた一里塚の中で一番異様ですね。この、しばら焼きのタヌキが横に鎮座しております。まあ、向こうが清水銀行だから、清水銀行が置いたんですかね。タヌキは、商売繁盛のシンボルですね。タヌキって他を抜くって書いてタヌキだから、商売うまくやりましょうっていうことだと思うんですけど、面白い一里塚ですね。はい。さて、旧東海道はずっとあっちに歩いていきます。ここが旧東海道なんですけど、旧東海道を歩いて、府中宿の方に向かっています。で、ここに見つけました。長沼一里塚の後です。江戸日本橋より44番目だそうですね。一里塚がありましたが、見てください。ゴミ捨て場です。一里塚って、まあいろいろな扱いを受けているのを見てきましたけれども、ゴミ捨て場の横にある一里塚は、初めてかもしれないですね。長沼の一里塚は、あんまり大切に使われていないのかもしれません。残念です。もうこれで、中宿まで一里塚はないのかな。多分あと4キロぐらいで、府中宿の本陣にたどり着きます。静岡はやっぱ
こうやって歩いてくると大都会ですね。府中塾、下伝馬本陣、脇本陣跡まで着きました。もうすぐそこに駿府城が見える場所です。東海道53次を歩く旅、19番目のですね、宿場、府中塾、着きました。ですね、すぐそこにも静岡駅がありまして、静岡の繁華街があります。府中っていう名前は、もともと駿河の国の国府がここに置かれていたから府中だったそうです。まあ今でも静岡県の、県庁所在地ですし、まあ一番でかい町ですよね、これは。もしかしたらでも浜松の方が少しでかいのかな。まあでもどのみち静岡の中心地は変わりないと思います。あっちの方にですね、見えないですけれども、まだ、駿府城があります。あれはまだ静岡の城はしっかり残ってますよね。やっぱり静岡は街としても大きいです。歩いてくると本当にそう実感しますね。あそこの奥に見えるのが県庁です。今回はもう寄らないでそのまま歩いていっちゃいますが、その向こうに駿府城がありますね。駿府城はまだ結構しっかり残っている、立派なお城です。やっぱ静岡すごい栄えてますね。呉服町って書いてありますけど、ここ伊勢店あったりとか、やっぱりすごく栄えてるなと。あそこに、札の辻跡と書いてありますけれども、ここが札の辻だったようですね。まあ、お城もすぐそこですし、場所としてはとてもいいんでしょう。徳川家康が、まあ、いわゆる大御所政治っていうのをここで11年間行ってから死んでるんで、やっぱり、江戸時代の初期において、とても大事な場所だったんだと、改めて思います。まあ、その後もですね、すごい、重要な家臣たちが、ここら辺を治めていきますし、子孫たちが、ここを治めていきますし、この静岡で一番、大事な場所であり続けたのかなと思います。やっぱ今でもすごい、他の宿場と比べるとものすごい栄えてますね。城下町だったんでしょう。まあ、当然、宿場、旅籠の数、非常に大きかったようで、静岡県内では一番大きかったようです。さて、こっからですね、まっすぐ歩いていって、まずは、安倍野川、難所とされた安倍野川を渡りに向かいます。あ、そうだ、僕、この本見ながら、読みながら歩いてるんですけれども、この本によるとですね、東海道中膝栗毛っていうすごい有名な、物語があるじゃないですか。まあ本ですよね。内容は、現代語訳されてないんで、あんまり見たことない人ばかりだと思いますけれども、なんとなく物語でエッセンスってどっかで聞いたことあるかもしれないですけど、あれを書いた十返舎一九ってこの府中の生まれだそうです。府中の生まれで、十返舎一九の一九って、まあ19って読めますけど、それはこの19番目の宿場生まれだから、十返舎一九だそうですね。へーって感じで、初めて知りました。すいません、小ネタですけど。これ見ながら、歩くと、すごく楽しいですね。はい。一里塚がありました。府中の一里塚跡ですね。なんかですね、東海道は、ちょっと一本向こうの細い道なんですよ。旧東海道は。
なんですけども、ここに一里塚跡がありますね。なぜここにあるのか、よくわかりませんけれども、本当は中東海道は向こうなんですけれどもね。ちょくちょくこういう、なぜ今ここにあるのかわからないとか、ちょっと由来がよくわかってない一里塚って少しあります。これの次の次かな。なんか一里塚はどこにあったかわからないそうですね。なんか昨日か一昨日もそういう一里塚があった気がします。昨日か。富士川のあたりの一里塚も、なんかどこにあったか資料がないからわかんないし、塚も残ってないですみたいな。そう。まあ、江戸幕府が終わってから、もう150年以上経ってますから、ね、まあそりゃそうなるかもしれないですね。さて、もうすぐですね、安倍川がここにあります。難所である安倍川が見えてきました。安倍川餅っていうお餅が有名でですね、ここがその有名な安倍川餅の老舗なんですけれども、創業は文化元年1804年って書いてあります。ぜひ食べてみたいと思ってたんですが、残念。今日はお休みになっております。昨日は営業してたんですね。残念だな。まあ、こういうこともありますね。と思ったら、向こうに別の安倍川餅のお店がありますね。あそこはやってるのかな。安倍川餅、かごやと書いてありますが、ここもやっておりません。なるほど。年末年始ずっとやってるのに、6日から11日はやらないのか。だいたい日曜日しかやらないんですね。そっか。安倍川をわざわざ徒歩で渡ろうみたいな人は、だいたい土日しか来ないってことですね。そう、これですね。福山雅治かな。福山雅治さんが食べてる、この餅を食いたかったんですが、残念だな。食えません。というわけで、食わないまま安倍川を渡って、マリコ塾に向かいたいと思います。おー、広い川だ。ここは橋を架けてなかったそうですね。徳川幕府はなんかこういうでっかい橋というかでっかい川は橋を架けたり架けなかったんですけれども、防衛上の問題で架けないことが多かったらしいです。ここもまだ流れてる水は富士のあたりからの水なんでしょうかね。しかしこれは橋がいらないな。橋がいらないなと思うぐらい、水量が少ないです。水位はめっちゃ低いですね。もう河原って感じですね。石があるだけでほとんどいらないな。川越の人足を使って渡るエリアだったそうで、やっぱり川止めも頻繁に起こった難所だったらしいですけれども、これは、運がいいことにですね、東海道53次を歩く旅をしていまして、今7日目ですけれども、日本橋から歩いてきて一度も雨に当たってないです。もしかしたら12日目か13日目ぐらいに雨に当たるかもしれない天気予報なんですけど、おかげさまでずっと晴れててですね、歩きやすいんですよ。
これ雨が連続で当たったらどうしようかなと思ってたんですけど、本当に運が良く、ずっと晴れてます。まあ、だからかもしんないけれども、晴れが続いてるからなのかな。川っていうには、随分と水位が低いって感じですね。本当はもっと水が流れてて、なんか、難所だなぁと思うのかなと思ったんですけど、全然流れておりません。これだったら徒歩で全然渡れますね。でもこれだけの広い川幅ですから、洪水とか、台風とか、何かあった時はものすごい水位になるんでしょうね。水量はすごく多いんだと思います。向こうの山々がすごいですもんね。あそこら辺に降った雨とかがバーってこっちに流れてくるんでしょう。本当にすごい広い川幅ですね。安倍川。ここが一番水が流れてますね。正直大したことはないですけど。でもなんか気持ちよさそうですね。このまま駿河湾にこの水は流れていくんでしょう。さて、あと1里4キロぐらいで、マリコ宿に入ります。先ほどの安倍川から歩いて2キロぐらい経ったんですけど、ようこそマリコ寺へと書いてあります。東海道マリコ宿。東木戸まで230メートル。江戸方の見附までもう200メートルってことですか？ 230 メートルってことですかね。ここからマリコ寺というらしいです。ああ、向こうに見えてるのが宇都宮の峠ですかね。今日はあそこを抜けていくのが一番の難所であり、ハイライトになると思います。この道は旧東海道なんですけれども、一里塚だ。一里塚跡。ひらがなで書いてあるのはあんまり見ないですね。一里塚跡。大正14年に作られたものみたいですね。一里塚跡。46だったかな。そう。江戸日本橋より数えて46番目の一里塚になります。マリコの一里塚跡。なんかですね、47個目は、これから行きます、宇都宮峠の中にあるんですけれども、どこにあったかがよく分かってないそうです。ここから4キロほど行くと、道の駅があるんですけれども、道の駅の手前ぐらいにあったんじゃないかなと言われてるそうです。4キロぐらい歩くとそこなんでしょうね。ただ現在はもう分かってないそうですね。2車線だったのが1車線になりますね。江戸方見附跡。マリコ宿は日本橋から46里、数えて20番目の宿でしたと。規模は小さいが正式な宿場でしたと書いてあります。さて、20番目、マリコ宿に入りました。今となってもう完全に住宅街ですね。マリコ宿は調べたらですね、すごい小さいんですけども、なんか結構力の強い、さらになんか栄えた場所だったそうです。でも先ほど渡ってきました安倍川、あそこの川止めをですね、することができる。川止めじゃないや。川越
川越を、止めることができる権利を持ってたそうです。っていうのも、あそこの川越の人足のですね、人足の人たちって、基本的に丸越区の人たち、橋を渡って西側の人たちがずっと、やってたそうなんですけれども、その関係もあって、川越をしていいかどうかっていうのは、基本的には丸越区の人たちが決めるということになってたそうです。まあもちろん、厳密な定義とか、どういう条件なら越えていい、越えて良くないとか、そういうのは定まっていたとは思いますけれども、まあお前、この天候だから越えていいよと。水量が今高いから越えちゃダメだよっていうのを決められるっていうのはすごく強いですよね。川越ダメだよって言われたらもう止まるしかないんで、そうするとすごく、栄えただろうなと思います。なんか府中の方はやっぱり大御所政治じゃないですけれども、やっぱあそこは城下町で政治の場所ですから、こういう道中の安全とか、川を越えるか越えないかみたいなことは、もう全部府中じゃないや、丸子宿の責任だったそうですね。丸子下宿。ここはなんか旅籠かなんかだったんですかね。ちなみに、川越がダメって言われたとき、東から来てる人たちは、府中に引き戻すんじゃなくて、興津まで戻ったそうです。府中は、城下町で政治の町だから、事前に申請がない、川越がダメだったから、急に宿空いてませんかみたいなことは許されなかったそうですね。ですから、興津まで戻ったと。そういう意味でも、ちょっと怖い場所だったんでしょうね。東海道、丸子宿。ここが本陣なのかな。これは、佐藤って書いてある。一般民家じゃないか。大丈夫か。一般民家のようですけれども、なんかこういう作りになってるんですね。何なんだろうか。建物新しいですね。かっこいいな。さて、もうちょっと行ったところにですね、本陣の跡地があるはずです。これは個人の敷地の奥になるみたいですけれども、なんか、綺麗な昔の家屋が残ってますね。というわけで、比較的新しいですね。30年ぐらい前に建てられた、丸子宿本陣跡、着きました。20番目の宿場町。丸子ですね。さーて、これから、静岡県内の難所でもあります。宇都宮峠。これを越えるためにですね、また、山の方へ歩いていきます。この脇本陣跡がありました。ここに明治天皇御焼酎所跡ってありますね。民家のすぐ横にこんなものが。天皇陛下もなんか焼酎酒しただけでこんな後世に残される石碑を建てられてしまわれまして、本当に大変ですね。いや当時それだけ天皇陛下が移動するっていうことがすごいことだったんでしょうね。旧東海道沿い。これが有名な丁子屋か。
やってるのかな。鉄柱里って書いてあったけど。芭蕉が国読んだとかいろいろ書いてありますね。丁子屋。入り口はあちらです。やってたら入ってみたいな。多分東海道のなんか沿いの飲食店の中で、多分一位に争うほど有名だと思うんですよね。そう、これ。この、広重ですかね。広重が描いた絵に出てくるマリコシクと、このとろろを食ってる絵がありますけど、それがここなんですよね。立派だなぁ。創業は慶長元年1596年って書いてます。本社、やってない。やってないよね。残念ですね。撮影スポット、ここから写真に撮れと。やってないか。残念ですね。まあ、しょうがない。なんでやってないんだろう。今日は1月7日。7日はやってないですね。昨日だったらやってたのか。ダメですね。今日はなんかしないですけど。7日、休みのところが多いですね。まあでも、ここが、多分一番有名なんじゃないですかね。この中になんか、当時の浮世絵とかを、店主さんがいっぱい保存して、しかも飾ってある場所とかがあるそうなんですけど、見てみたかったな、丁子屋。断念。わらぶきの、かっこいいですよね。というわけで、このまま、宇都宮に向かいます。さあ、東海道の難所、宇都宮峠までやってきました。あそこに宇都宮トンネルがありますね。どっちだったかな？もともと右側の方だったかは、なんか昭和の頃に作られたものだったかな。だけど交通量が多くなっちゃったから左側も作ったみたいな、なんかそんな話があるそうですけれども、まあどの道非常に交通量の多いエリアでございます。難所宇都宮峠。これから行こうと思いますが、その前に丁子屋でとろろが食えなかったんで、なんかここに道の駅があったんで、ここでまずご飯食べてから行こうと思います。先ほどの宇都宮トンネルから旧東海道はこうやってちょっと静かな通りになっております。なんかすごい昔ながらの日本家屋がまだ残ってますね。さて、ここから東海道自然歩道バイパスコース。とりあえず国道沿いに少し、宇都宮入っていきまして、途中から旧道に入るようですね。宇都宮峠、地図的には少し、そうだな、ちょっとこっち側ですね。こっち側に旧道が走ってるそうですね。この宇都宮峠ですけれども、この本に書いてあるんですけど、もともとここに東海道はなかったそうですね。ちょっと先横にツタの細道っていう、なんかすごい細そうな道の標識が立ってたんですけれども、そこがずっと
そのまあ通り道だったようです。ここがなんかこうやって東海道になったのは豊臣秀吉の小田原攻めの時に大軍を移動させるためにこの宇都宮峠切り開いたそうですね。いやー、まあだから小田原侵攻のためにこれ開いたんだと思うと恐ろしいですね。結構大変な労力だったと思うんですけれども、まあかなり短期間でおそらくやり遂げたんでしょうね。豊臣秀吉ですから。さてこっちに行くのかな。明治トンネル、あ、角屋、ここが旧東海道ですね。そう、なんか明治時代に作ったトンネルもあるそうですね。ここはなんか明治、大正、昭和、平成となんか近現代の全ての時代でトンネルを作っているそうです。そうなると令和の時代にももう一回ぐらいトンネル作るかもしれないですね。おお、なんか右側は綺麗だな。なんか右側は少しだけ昔っぽい、家の作りのままですね。ああ、でもなんか箱根とか去った峠でも感じましたけど、なんか旧街道の山道峠に入っていくなっていう感じがすごいしますね。あれ、ここも明治天皇が休憩されたんだ。峠前なのか峠を抜けた後なのか分かりませんけど疲れたでしょう。なんか旅番組かなんかで見たことありますね。この宇都宮石川家、豊臣秀吉の陣羽織が家宝として伝わっているそうですね。秀吉が小田原の北条氏をされた時に馬の蔵を献上したと。それで北条攻め勝った後に、帰ってきて陣羽織を授けたと。すごい話ですね。さて、角谷峠、今ここですね。ここからこうやっていくのか。ここが明治トンネルか。ここが明治時代のトンネルで、こっちに大正時代のトンネルがあるんですね。で、さっきのが昭和のトンネルと平成のトンネル。国道1号線はだから一つだ、昭和のトンネルだけだったのを平成時代にもう一つトンネルを開けたと。で、そう。もうさっき僕がご飯食べてたところから津田の細道っていうところがこうやってあって、これがですね、いわゆる古東海道ですね。旧東海道じゃなくて古東海道の方は津田の細道を行ったようですね。でも自分は今回明治でも大正でもなく、ここから旧東海道、このルートを行きます。さて、そう、これですね。結構細いですね。これは歌川広重か。さて、
宇都宮。国の指定史跡と書いてありますね。東海道宇都宮東部越え、旧東海道上り口はこっちだと。ちょっと心配になりますけども。よいしょ、登っていこうと思います。箱根の峠と違って竹が多いですね、この宇都宮は。あ、すごい。危な。滑りますね、ここは。危なかった。旧東海道の高野車へなんて看板があります。この道は、あっちは旧東海道ではないと。こっちなんですね。おう。これで宇都宮峠は越えたみたいですね。箱根とかと比べると距離はそんなに大したことはないですね。ただ足元があんまり良くなかったんで、転んだり捻挫しないように歩く方はお気をつけください。目の前に広がるのは多分先ほどの宇都宮トンネルを通り抜けた先にある道路でしょう。国道1号線です。僕は今旧東海道をですね、この国道1号線沿いに歩いてるわけですね。さて、本日の難所であります宇都宮峠を越えました。もうすぐで多分岡部塾に入っていくことになります。
あれが宇都宮峠ですが、着きました。岡部宿。あそこに本陣があるんですけど、その前に国登録有形文化財、柏屋と書いてあります。岡部宿大旅籠屋、柏屋歴史資料館だそうです。なんかものすごい大きな旅籠があったみたいですね。あんな感じになっていたと。静岡 Wi-Fi パラダイス。Wi-Fi パラダイスとちょっと言い過ぎでしょう。面白いですね。ここからは江戸へ48里、今日は78里だそうです。京都までの道のりはまだまだ遠いですね。お土産屋さんとかもくっついてるみたいですね。さて、これが岡部宿本陣跡のはずです。あれかな。書いてありますね。岡部宿本陣跡。着きました。21番目。岡部宿。中は公園になってるんですね。これは結構広かったんだな。結構広い公園だったんですね。この芝生は割といい芝生ですね。ふわふわです。これは江戸時代当時の井戸でしょうか。ちょっとそれらしいものが、作りの建物がいっぱいありますね。レストランとか、お土産屋さん。もろもろのギャラリーもあるみたいですね。加藤トラベル、他の動画も見てくださってる方は、ご存知かもしれませんですけれども、結構、いろんなところに行って、いろんなミュージアムに入って、撮影させてもらったりもしたりするんですけれども、今回の旅はですね、毎日30キロ歩いております。で、今日なんかも34キロ歩くという結構ストイック旅になっててですね、ちょっとこういうところを全部なんか見て回ってると、それだけでなんか30分ぐらい時間使っちゃったりするんで、全然見ないで、外観だけ見て素通りしております。本当は、ああいうの全部見てった方が楽しいんですけどね。我ながらもったいないことをしているなという、認識はあるんですけど。いやー、なんだかんだで結構、やっぱり時間がかかっちゃってですね、峠って山を越えるのも大変ですけど、そこまでの坂道と、あと下っていく下り坂、この距離が結構あってですね、やっぱ足にきますね。そして時間がかかる。これが一番問題かなと思います。今、時間はもう4時近くなってきましたね。藤枝まで2時間か3時間ぐらい歩かないといけないと思うんで、また暗くなっちゃいますね。でも、これも江戸時代からあるような灯籠なのかな。中は蛍光灯入ってるか。いや、さて。じゃあ、ここからは、藤枝に向かいます。ですね、マリコまでは、府中藩の領域だったんですけど、ここ以降は、田中藩の領域になります。田中藩って藤枝とかを治めてた場所でして、やっぱり徳川幕府はあれですよね。審判
をしっかりと、普代大名ですね。普代大名をしっかりと東海道の要所要所にしっかりと配置してたんだなっていうのが、こうやって歩くと本当によく実感できますね。やっぱり軍備っていう意味でも、ああいう難所の前に兵隊を置いて、もしくは難所を使って、防衛するってめちゃくちゃ有効な感じがしそうなもんですからね。はい。というわけで、これから藤枝まで向かいます。岡部宿の高卒場は、ここだったそうです。結構、普通の一本道にあるんですね。先ほどの府中の高卒場なんかお城の前にあって、しかも、いわゆる、歌の辻っていう、なんか交差点だから、すごい交通量の多い場所でしたけれども、ここはそうでもないですね。でもなんか、この岡部宿ってなんか確か調べてみたら、当時はでも結構栄えてたみたいですね。まあそこになんか南昌の宇都宮峠もあるし、安倍川が、止まっちゃったりすると、渡れなくなると、やっぱここに来て、止まんなきゃいけない人も多かったし、僕はこれから行くですね、藤枝の向こう、大井川がありますからね。大井川も、大井川は多分、東海道の中で一二を争うほど、なんか川を越える、私っていう意味ではすごく難しい場所だと思うんですけれども、そこも止まったらやっぱここに泊まりに来る人が多かったみたいで、やっぱ難所に囲まれてると、宿場ってのは儲かりますね。でもなんか、僕もう歩いてて足がパンパンで大変ですけど、やっぱ当時の旅人は健脚ですね。こっから、大江川とか行ったりとか、もしくはなんだろう。下手したら、安倍川まで行って、やっぱ、私、ダメですと。今日渡れませんって言われて、戻ってきてここに泊まるんですからね。いやもう、何時間かけて戻ってくるつもりだよ、みたいな感じですけど、まあ、当時の感覚ではでもそれがなんか、一般的だったようです。今とはちょっと時間の使い方とかもちょっとだいぶ違うかもしれないですね。旅に関しては、まあ、予定がかなりブレたり、何時間もオーバーしたりするのは、まあ、考えてみれば当たり前ですけど、そんなもんだったんでしょう。というわけで、右側にですね、国道1号線が走っていて、車がベンベン飛んでいますけれども、僕は、この静かな旧東海道を歩き続けます。なんか、たまにこういうちょっと古い感じの民家がまだまだ残ってるんですよね。おしゃれだな。お、サッカーロード岡部。静岡ってサッカーが強いことでも有名ですもんね。東海道岡部宿の松並木だそうです。立派ですね。この、東海道ここですけど、南側はもうないですけれども、北側はこうやって松並木が残ってるんですね。これは、きっと、江戸時代のものをそのまま残してあるんでしょう。ちょっと、松の木の横で休憩します。なんか気のせいかあったかいな、少し。なんだろう、日の光を吸収したままなのかもしれないですね。ああ、しょ。なんだかんだ宇都宮峠、疲れますね。ああ、ああ。やっぱり1日30キロとか歩くとですね、すっごく消耗が激しいのがわかります。糖分とか、なんだろう、
脂質ですね。これがどんどん自分の中で失われていくのがわかりますね。ちょっと計算したら、だいたい30キロぐらい歩くと、1日になんか、まあ2000カロリー、1600から2000カロリーぐらい多分消費してると思うんですよ。そう思うと、普段より多く、もっと多くの食事を取らないと、やっぱ体がどんどん疲れていっちゃいますね。疲れていっちゃうぐらいならいいんですけど、基本的には脂質、まあ脂質よりも糖分ですね。糖分がなくなっちゃうと、筋肉が分解されて、それを分解して糖分にして、それをエネルギーにして歩かせようというふうに体がなっちゃうんで、ちょっと危険っちゃ危険ですね。というわけで、小倉羊羹です。新宿中村屋。ちょっと箱根でなんか、いろいろこういうものを買っててですね、ちょこちょこ食べながら歩いてたんですよ。これ1本で131カロリー。タンパク質は 1.9g、脂質 0.2g、炭水化物 30.4g。30.4g 取れますね。食塩相当量 0.0g。やっぱり、東海道の名物って、東海道53釣りを歩くっていう意味では、すごい合理的だなと思いました。なんていうか、各所で有名な団子とか、ああいう和菓子系とか、やっぱり必要ですよね。ずっと歩いてる場合は。しかも、僕みたいなのと違って、当時の旅人は多分、1日40キロぐらい歩いたと思うんで、もっともっと甘い、なんか、糖分とか取らないと、多分、筋肉が分解されてって大変になっちゃうと思うんですよね。そう、だからやっぱうなぎとか天ぷらとかも、東海道沿いではすごく食べられてますけど、やっぱこれも必要ですよね。あと蕎麦。まあご飯とか蕎麦と一緒にそういうもの食べて、炭水化物も脂質もめちゃくちゃ獲得していかないと、まあ歩いていくのはきつくなってきますね。昔の旅人ももしかしたらこうやって松のそばで羊羹とか食ってたりして、したんでしょうかね。さて。よし。藤枝まで向かいます。これは何の日でしょうね。あ、これより東海道岡部宿。ここは見附跡だ。町口の見附跡ですね。なるほど。今、岡部宿を出ました。さーて、藤枝まで、あと、一息です。ここで国道とはまた分かれて、この横道にそれていきます。東海道沿いはうなぎ屋が多いですけれども、静岡って言ったらやっぱうなぎですよね。まあ、愛知もうなぎは有名ですけど、これより西、岩村領。岩村藩ってのは、みんなの国？岐阜県、なるほど。岐阜県の国だけど三万石の領地だったから、駿河の国の中に15カ所の村5000石分の飛び領地があったと。じゃあここ飛び地なんですね。じゃあここには飛び地があるようですね。結構、なんか飛び地って石高調整のためとか言って、ちょこちょこ飛び地が日本中あったりするんですよね。それにしても、岐阜なのに、静岡のこっちの方に飛び地があるんですね。ちょっとだいぶ遠いですけれども。
まあ、あとはあれですね、街道沿いに飛び地を設置したってことは、そこの藩に飛び地だけど、大事な街道だから、ちゃんと整備しろよと。そういうのもあったんでしょうね。とりあえずここは、東海道でございます。この道は、歴史的にどうこうとか、こんな感じではなくて、普通の住宅街みたいな感じですね。びっくりしました。揚子美術館って書いてあるから、美術館なのかなんだこの車とも思ったんですけど、まあ、餃子定食、ラーメン、揚子って書いてあります。飲食店なのに美術館って名前にしてるんですね。ちょっと頭のおかしそうな車で、こっちもっと怖い。すごいですね。世の中いろんな方がおります。また、岩村城の、碑がありますね。これより東岩村城。10分程度しか歩いてないですけどね。すごい小さな飛び地があったんですね。まあでも、この10分ちょっとぐらいの間が当時は一つの村だったんでしょう。なるほど。で、この先は再び、田中藩、藤枝田中藩の領内となります。藤枝宿の本陣のすぐ近くに、志田の一里塚っていうんですかね。志田の一里塚ってものがありました。江戸日本橋より数えて50番目だそうです。上本陣跡、着きました。ここが、跡地ですかね。そっちに下本陣跡もあったんですけれども、特に何もないですね。というわけで、藤枝宿に着きました。今日はですね、かなり歩きましたね。34キロぐらい歩いてると思うんですよね。すごく歩いてる。はい、今日は7日目ですね。東海道53次歩き旅7日目。江尻宿から出まして、府中、真理子、宇都宮峠を越えて岡部、そして藤枝宿まで来ました。だいたい34キロですね。今回僕16日間で東海道、歩き通して京都まで行くつもりですけれども、多分2番目か3番目ぐらいに長い距離だったと思います。いや、疲れましたわ。この藤枝宿の本陣ですね、結構藤枝駅から離れてるんで、駅の方にホテル取ってますんで、ルートインですね。そっちの方に向かいます。